はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。前回ちょっと動画が見にくくてすいませんでした。それでも皆さん温かいコメントありがとうございました。では早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ジャッジメント、カップ2の逆、カップ3逆、ワンド6逆、カップエース逆、ソードクイーン、ワンド10、気をつけることや対策がソードの6の逆とカップ4の逆と、オラクルはラバーズの逆です。ちょっと星のこと先に説明させていただきますね。8月の前半は前回に引き続きちょっと自分の日常生活を整えましょうとか体を整えましょうみたいな現実的なエネルギーの中にいるっていうような感じです。で、さらに8月4日が新月なんですけども、この新月って少しだけなんかちょっと膜がかかってるみたいな感じがありまして、でその膜をバリッと破りたいがゆえに何かしたいみたいな、何かはっきりとしたものが欲しいとか、なんか強さが欲しいとか、解決策が欲しいとかってなんかなりそうな感じがあるんですね。で、おそらくそれを探していると、これじゃない、あれじゃないっていう風になるかもしれないんですけれども、魚座の皆さんはとにかく今、この8月の前半っていうのは、自分の生活そのものが守られているんだっていう風にまず思っておいてください。自分がどうあるべきかっていうところで考えると、ちょっと迷いがきそうなんですけれども、自分が迷っていようが、何をしていようが、ここに今生かされているっていうことは守られているんだっていうような感覚で過ごしてみてくださいね。そして8月5日から8月29日まで実は水星が逆行するという期間がありまして、これは年に3回ぐらい起こるものなので、そんなに心配することはないんですけれども、ただ一般的にね、やっぱり日常生活していく上で、情報が混沌としやすいとか、間違った情報が流れやすいとか、コミュニケーションも人に誤解を与えやすいから、自分の言葉はできるだけクリアに伝わるようにしようとか、確認しようとか、メールとか電子関係もちょっとトラブったりしやすいので、ちゃんとアップロードできてないとかもそうですし、うまく回るはずのシステムがうまく回ってないみたいなことも起こりやすいので、ちょっとスケジュールには余裕を持たせて、スケジュール変更できるように、ちょっとだけ余裕を持たせたスケジュール配置がいいかなと思います。8月の29日までってほとんど1ヶ月ですからね。特にそれが8月5日からあるよっていうのが一つのお知らせです。で、特に魚座の皆さんは、対人関係、8月22日以降っていうのは対人関係がちょうど強調されるんですね。で、それまでっていうのが自分を整えようみたいな、まず自分の体とか自分の精神を整えようという時に入っていて、ただ8月5日以降、その他者との関係っていうところに思考がちょっと向きやすく、それはいい面でもあるんですけれども、他人のことを考えすぎるっていうふうにも出たりするので、ちょっとこれは客観的に自分でそう捉えておいてほしいなと思ったんです。もうそこに入っちゃうっていうよりも、今他人のことを考えすぎてる。自分はもうちょっと自分中心で考えなきゃ、自分を整えなきゃ、みたいな感じで、振り返ってほしいなっていう時です。で、それを踏まえた上でのそれを踏まえた上でのカードですが、そうですね。何か8月に入ることによって、自分では復活したいとか、やっと願いを現実化させたいみたいな、そういう思いがあるんだなと思いますし、そうなるような雰囲気がしてるんでしょうね。きっと何かの要素があって。例えば誰かにコンタクトしてみたらいい反応だったとか、いいそのお知らせがすでに届いているとか、空気感というかいい匂いがしてくるみたいな感じで、なんとなく感覚的に、これうまくいくんじゃないかみたいな、そういう空気感っていうものを感じ、よし、8月こそはとか、そういう意気込みなんだろうなと思います。ただ、あんまり期待を持ちすぎると、ちょっとでもその期待通りじゃなかった時に、期待通りじゃなかったっていう風になりますよね。でも、大きな範囲で言ったら進んでませんかっていう感じなんですよ。もう事細かに全部もう想像通りではないにしても、
ちょっと違うけど、でもまあまあいいじゃない、これ望んでいたことの範疇だよね、みたいな感じで捉えておいてください。それぐらいがいい気がします。なんか全てのことをうまくきちっと収めようとすると、ここが1個足りなかったとか、ここが1個多すぎたとかっていう形でいろんなところに不具合を感じるんですけども、多少の誤差があっても方向性間違ってないよねっていうところだけ、そこは間違ってない感じがするので、それと、あとその他者に対する期待っていうのも、ちょっと強くなりそうな感じがするんですよね。例えば誰かが仕事でこういう風な流れが来るらしいよみたいなことを聞いたら、そうなんだってこう期待してたら、違ったじゃないみたいな。でもそれって外から入ってくる情報で、自分の中から湧いてきてるものじゃないですよね。なので、前回ちょっとぐっと自分の中に強さが出てきますよねっていうのがあると思うので、それをやっぱり自分の基準にしてほしいなと思います。自分の直感を信じるとか、自分の感覚を信じるっていうふうにしてほしいんですね。周りの情報にあんまり惑わされてほしくないというか、それが、さっきの水星の逆行という期間は、周りの情報が混沌としているので、そこに惑わされやすいっていうのもあるし、カードで見ても、他者の、言動に期待しすぎるっていうのがちょっと出ているので、誰々さんがいいって言ったからいいんだと思ったみたいなこともあり得るので、自分で確認するとか、自分で整えるっていうふうに決めておいてください。そうすると無駄に、余計に期待しすぎて違ってたって落ち込むこともないし、がっかりすることがあんまないって感じがするんですね。なんかすごくね、真面目なエネルギーがあります。コツコツやっていこう、できるよ、みたいな感じです。うわ、すっごいことが起こるんじゃないみたいな、そういう感じじゃなくて、やることやろう、みたいな。やってたら、できてるっていう感じがするので、なんか、いいなって感じですね、これは。淡々とコツコツとこなしてる自分みたいなね。で、安心感があります、そこには。他者に言われたからやるとかじゃなく、自分の中で生まれてくる感覚をこなしてるわけですからね。そして他者に対してはなぜかね、あんまり積極的じゃない感じがします。積極的にアプローチしていくとか、コミュニケーションを取っていくとか、入っていくっていう感じではなく、なんか分かってるって感じかな。相手の状態も分かってます。今自分がするべきことも分かってます。だから余計なことは言いませんみたいな感じかもしれません。そして余計なこと言わない分、自分のでやることはやっとこうっていうことで、またね、このカードが出てます。前回もちょっと同じカードが出てたんです。ちょっと違うデッキでしたけど、それを私は前回はガンダムと例えたんですけど、なんか自分が何者かになろうとして頑張りすぎないでねっていうメッセージがあったんですね。で、今回もやっぱり、その他者に対して非常に消極的な感じがあり、本当はもうちょっとコミュニケーション取ったり、甘えたり、協力を頼んでもいいんだけど、ちょっとめんどくさいから自分でやっとくか、みたいな感じで自分でやって、ちょっとそれもしんどくなってるかもなって感じがあるので、ちょっとこれに関しては、ご自身で調整してくださいね。他者にそう要求されてやるっていうものではなく、この時期は自分の中から湧いてきてるこの自分の感覚でやるわけですから、自分でコントロールできるものはやりましょうと。他者への過剰な期待に応えようとして無理するのはやめましょうっていう感じがします。で、自分を中心に考えるってなんかちょっと利己主義的な感じに思うかもしれないんですけれど、エネルギー的にはその方がスッキリしてるよっていうメッセージがあります。っていうのは、誰かが期待してるから頑張るっていうのって、一見なんか他人のことを思いやってやってるように、思えるんですけども、でもどこかでこれだけやってあげたのにっていうようなエネルギーも付属されていたりとか、自分がここまでやったんだから何か見返りがあるみたいな感じで、そういう思いが乗っかってたりとかして、シンプルに自分がやりたい分だけやるっていう風にする方が、他者との関係も悪くならないって感じがしますね。そしてシンプルに自分がその他者に対して素直な気持ちで
そこ余計な思いを入れずに素直な気持ちで関わっていけるようになるっていうふうに出てるので、やっぱり無理しないっていうことですね。で、この時期、ご自身はその他者に対してちょっと遠慮はしてるんですけど、決して人間関係悪いわけじゃないんですよ。ここでカップの2っていうのが出ていて、他者はちゃんと気にかけているみたいなね。いざとなったら救い上げるよっていう感じでちゃんと見てくれてるっていう感じもします。そして、気をつけることとして言うと、ソードの6とカップの4というカードが出てまして、ソードの6っていうのは、本来はね、困難な状況からちょっとスムーズに流れていくよっていう感じなんですけど、まだ私から見ると逆位置なので、自分が期待しているほどスムーズに流れていくわけではないんだと。ただし、その期待っていうのは何だろうかっていうのをちょっと感じてほしいというか、ここでなんかね、自分が、例えばですよ、自分がなんとなく気分がうつうつしてるとか、なんか調子出ないんだよなって思ってる時に、その状況を覆してくれるぐらい、自分の意識をガーンって上げてくれるぐらいいいことないかなって期待してませんかみたいな感じ。たまにありますけどね、そういう時も。たまにびっくりするぐらいいいことがあって、なんか昨日までの悩み吹っ飛んだわみたいな時もあるかもしれないですけれど、今それだけの過剰な期待を運勢に持つべきじゃないって感じがするんです。あくまでもコツコツと現状をこなしましょうという感じ。なので自分が毎日をコツコツやってて面白くなくてもいい。面白くないものが日常だぐらいの感じでやって、でも今日ちゃんとご飯も食べれたし、ちゃんと寝れたし、仕事もできたし、OK っていうことで自分に OK を出しながら毎日を過ごしていく。何か誰かから自分の感情を上げてくれるような、喜ばしてくれるような何かを期待しないって感じかな、今は。そうしてるとちょっとややこしくなるので、今月は本当黙々と自分で自分を調整するっていう感じがします。なんか面白い感じですけどね。そして、オラクルが、このね、小人たちっていうカードの逆位置なんですけども、何かを迷っている、選択を迷っているって感じがします。で、おそらくですが、なぜ迷うのかって言った時に、何か関係している人だったりとか、その状況に対してご自身が周りのこととかその他人を気にしすぎることによって判断しかねてるっていう風になりやすいので、やっぱりこの2週間はもう本当にどこまでも自分中心で、自分は今何を感じてるのか、自分が欲してるものは何なのか、一番求めてるものは何なのかっていうところで判断していく方がいいみたいですね。ちょっと見てみます。カップ9ですよ。ワンド4ですよ。カップの5ということで、すごく今ね、なんて言ったらいいんでしょうね。もしかしたら日常面白くないと感じてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、それが日常だみたいな感じがあって、でその中から面白くない時期があるからこそ、特別な日がものすごく特別に感じるとか、楽しいとか、孤独な日があるからこそ、誰かとつながれる日がとっても愛おしいみたいな、そんな感じがあって、本当に自分の人生にとって豊かなものを感じる土壌を今作ってるところですよねっていう感じ。だから安易に期待してそれが叶うことだけが幸せじゃないんだっていう感じです。本当に求めてる幸せって誰かとつながることじゃないんですかみたいな。誰かとつながるためには自分で自分のことちゃんと整えましょうよっていうような感じのメッセージを感じました。そして思ってるほど事態って悪くないんですよみたいな感じがしました。大丈夫でしょうか？これ伝わってますでしょうか？これを踏まえた上でちょっとお仕事のこと見させてください。ペンタクルスのクイーン。忍者ですね。お仕事も淡々とやっていけるっていう感じですね。目の前にやるべきことがあり、それをやらなきゃいけないよねっていうのは分かっている。だからやりますみたいな。でも一体この道はどこまで続いているんだろうかっていうような思いがあり、ちょっと将来的な希望が欲しい。将来につながるような何かをしたいっていうような感じです。今これ2週間で見てるのでね、
いいですよ。なんていうか、今コツコツと頑張りましょうっていう時なので、目の前のことやりながら、そんな風に考えて、将来何かつながることやりたいなと思ってやっていくのは全然 OK です。全然 OK。なんで、やっぱり仕事で見ても、何かものすごいチャンスが来るっていうよりも、今目の前にあることをやりましょうっていうのがメッセージだと思いました。そして何か将来につながる何かが欲しいと思ってらっしゃるかもしれませんが、目の前にあることをコツコツやっていくことが、実は将来につながってるよ、みたいな感じがしました。うん。それと、もう一つ人間関係見ますね。人間関係ちょっとね、すでにいろいろ出てきてましたけど、特に8月22日から人間関係がね、濃くなっていくということで、その前段階として何か言われてるんでしょうね。ペンタクスの2、ワンドの7、ペンタクス6ということで、言われているのは、すごく感じたのは、状況を考えすぎないっていう感じですかね。お互いの立場を考えすぎないとか、自分が何ができるんだろうかと思った時に今の自分はこうだしなとか、そんなことは関係ないみたいな感じがあって、状況っていうのは本当にその時その時によって変わるし、その時の自分の状態も変わるので、相手のこと考えたらどうとか、あんまりそこ気にしすぎないでくださいと。そして、今言われているのは、人との関係においても、満たされた気分になるときと、満たされてない気分になるときとあるのが当然ですよって。それなぜならば私たちには感情があるわけで、感情が一定ではないからです。それを自分の中でできる限り整えることによって、他者と関わるときにうまくバランスが取れますっていうふうに言われてるんですね。自分がいい状態でなければ人と関わってはいけないってことも全くないし、自分が悪い状態だから誰かに助けてっていうのも別に悪いことじゃないし、あまりお互いの立場や状況というのを考えすぎないで関わってねっていうふうに言われてます。で、プラス、すでにね、今もしかしたらですけど、魚座の皆さん自分がいい状態じゃないと思ってらっしゃるかもしれないし、わかんないですよ。いや、もうバッチリですっていう方はもうそのまま言ってくださいっていう感じなんですけど、今の魚座さんだからこそ言ってあげれることがあるとか、今の自分だからこそやってることに意味があるとか、そんな感じがしました、これは。別に何かを誰かのためにしてあげようってしなくても、自分が経験してきたことや今の自分が感じることを伝えるだけで、それはすごい相手にとっていいヒントになったりとか、アドバイスになったりする感じがするんですね。で、もしですけど何かやってあげたいなっていう気持ちがあったら、それも全然いいです。今、奉仕精神がすごく高まってる時で、その日常を整えましょうっていうのは、もちろん自分がどこかが悪いとか、整えたいっていう部分があるなら整えるのももちろんいいし、時間の使い方調整するとかもいいんですけれども、自分はバッチリですっていう方っていうのは、それを他者に使いたくなるっていうのもあるんですね。誰かをケアしてあげたいっていうのもあるので、そういう意味ではその人間関係を通してに何かをしてあげたいっていう気持ちも全然いい。その時にあんまり遠慮しすぎないで、お互い様だからっていうことでやってあげたらいいんじゃないかなと思いました。なんかあれですね。なんとなく全体を通して感じるのが、表面は普通です。運勢的には普通な感じ。あんまり動きが大きくないし、日常コツコツやりましょうみたいな、ものすごく冷静沈着で、ノーマルな感じですね。で、その状態の中で、そういうもんだと思ってコツコツ自分でやってらっしゃる方っていうのは、気づかないうちに自分が一人で背負いすぎないでねっていうメッセージはあるものの、十分整えられるなって感じがあります。そして、他者と関わるって言った時に、ものすごくそこに何か他者と関わる上での喜びがあるんですけれども、それをちょっと冷静に装って、遠慮しているか、もしくはどうすればいいかなっていうことで迷ったりとか、方法を考えすぎることによって、その喜びっていうものを感じにくくしているって感じがあるので、どの状態であったとしても、ちゃんと、自分の存在や他者との関係の中で、自分の存在や価値っていうものはあるわけだから、ここにあるわけだから、当たり前のことの中に、当たり前とか普通の出来事の中に、本当の喜びがあるんだなって、そこに気づけるぐらい整ったら、めちゃくちゃ幸せだなって感じがします、今回。
はい。ちょっと、はい、そんな感じかな。ちょっともう一枚最後に引かせてください。オラクルね。はい。はい。うん。ハイヤーパワーというこのカードが出ましたが、もし何かしらこのカードを見て感じることがあれば、ご自身の直感を使ってメッセージを受け取ってみてください。そしてどんなメッセージを受け取ったのかよかったらね、聞かせていただけると嬉しいです。いいですね。なんかね、隠れたところにある、普段出してないんだけど、隠れたところにある本当の自分の力っていうものが、今引き上げられようとしているっていう感じがします。普段は隠している感じ。だからそれこそ本当に日常の中でいざという時に使えるものとして、このエネルギー、引き上げられるんだなーって感じがしました。はい。そんな感じですかね。もし何かしら分かりましたという方は、ぜひ、コメントで教えていただくか、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。もしチャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録もお待ちしております。ということで、次回またね、8月中旬に次の動画をお届けしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。